摂氏200度、エンプラを揚げる油よりも高温の灼熱の世界。普通のプラスチックなら瞬く間に溶け落ち、一般的な電子部品なら即座に壊れてしまうこの過酷な環境で、平然と発電し続ける一枚の薄いフィルムが誕生しました。日本の東レが世界で初めて開発に成功した、これまでの常識を覆す新素材です。その正体は、200度以上の熱に耐える圧電ポリマー。これまで熱に弱いプラスチックと硬くて脆いセラミックスのどちらを使っても攻略できなかった高温かつ激しい振動がある場所。そこにこのフィルムはまるで神経のように入り込み、機械の状態をリアルタイムで感じ取ることができるのです。 EV のモーターや化学プラント、そして航空機エンジン、これまで人類がセンサーを取り付けられなかった未踏の領域が、この日本の技術によって次々とデータ化されようとしています。なぜたった1枚のフィルムがそこまで画期的なのか。世界中のエンジニアが驚愕したその仕組みと日本経済にもたらすインパクトを見ていきましょう。今回東レが開発した技術の革新、圧電ポリマーとは何かという点からお話ししましょう。名前は少し難しそうですが、仕組みはとてもシンプルです。力を加えると電気が生まれ、逆に電気を流すと動くプラスチックのこと。皆さんの身近なところでは、100円ライターのカチッとなる部分や電子楽器のスピーカーなどにこの圧電の原理が使われています。これを産業用に応用するとどうなるでしょうか。例えば工場のパイプや自動車のモーターにこのフィルムを貼り付けたとします。すると機械が振動したり変形したりした瞬間に、その動きがそのまま電気信号に変わります。つまり機械がどこが痛いのか、どこが震えているのかを人間が神経で感じるようにリアルタイムで感知できるようになるのです。いわば鉄や金属の塊である機械に感覚を持つ皮膚を与える技術と言えるでしょう。これだけ聞くと、なんだ便利なセンサーじゃないかと思われるかもしれません。しかしここには長年科学者たちが頭を抱えてきた巨大な壁がありました。それは熱です。本来プラスチックなどの高分子材料は熱に非常に弱いという弱点があります。圧電ポリマーが電気を生むためには、材料の中にある分子たちが軍隊のように整列してプラスとマイナスの向きを揃えている必要があります。この整列があるからこそ、押された時に電気が流れるのです。ところが温度が上がるとどうなるでしょうか。分子たちは熱エネルギーを得て活発に動き出し、せっかく整列していた列が乱れてしまいます。まるで整列していた兵隊たちが暑くてやってられないと勝手に解散してしまうようなものです。これを専門用語で脱分極と呼びますが、この現象のせいでこれまでの一般的な圧電ポリマーは100度前後になるとセンサーとしての機能を失ってしまっていたのです。日常生活なら100度でも十分ですよね。ですが自動車のエンジンの近くや高速回転するモーターの内部、化学プラントの配管などは優にこの温度を超えてしまいます。つまり故障が起きやすく、監視したい過酷な場所に限ってこの便利なセンサーは使えなかったのです。熱に強いセンサーを作りたいが、プラスチックでは溶けてしまう。かといって熱に強いセラミックスでは硬すぎて曲面に貼れない。このジレンマが何十年もの間技術者たちを悩ませてきました。ここで登場するのが今回東レが開発した革新的な技術。東レはこの問題を解決するためにベースとなるプラスチック素材の構造を根本から見直しました。ポリマーの分子構造を原子レベルで緻密に再設計し、特殊な分子設計を取り入れることで材料の中に電気の偏りを人工的に作成。さらにその偏りが200度という高温になっても崩れないよう、分子同士の結びつきを
がっちりと固定することに成功しました。先ほどの例えで言えば、灼熱の砂漠の中でも兵隊たちが乱れずに整列し続けるような強靭な規律を作り上げたわけです。このように世界で初めて200度の高温下でも機能し続ける柔らかいセンサーが誕生しました。この新素材は従来品のようなフィルム状だけではありません。トーレはこれをワニス、つまり液体の状態でも提供できるようにしました。液状であればどんなに複雑な形の部品であっても表面に隙間なくコーティングすることが可能です。そこに電気をかけて分子の向きをきれいに揃える処理を施し、薄い電極を設けることでその部品自体を隙間のないセンサーに変えることができます。あるいは極細の繊維が重なり合った不織布として加工すれば、消防士の耐熱服自体にセンサー機能を埋め込み、隊員の動きや熱を察知することも可能になるかもしれません。濡れる、腫れる、折れる、この形状の自由度の高さこそが硬いセラミックスには絶対に真似できないポリマーならではの武器と言えます。これまで高温になる機械の内部は人間にとってブラックボックスでした。中を見ることもできず、センサーを入れることもできず、壊れて初めて異常に気づくしかなかった場所。トーレの技術はそうした暗闇に光を当て、機械の鼓動をデータとして取り出せるようにしたのです。なぜトーレは今巨額の投資をしてまでこの技術を開発したのでしょうか。その裏には世界の製造業を揺るがす2つの深刻な危機が迫っていました。トーレの技術が単なる新製品に止まらない理由。それは現在の製造業が直面している避けては通れない2つの大きな壁を打ち破るものだからです。1つ目の壁は既存の素材が持つ物理的な限界。これまで200度を超えるような高温環境で振動を検知したい場合、人類には選択肢がほぼ一つしかありませんでした。それは圧電セラミックスを使うことです。セラミックス、つまり瀬戸物。お茶碗や花瓶を想像していただくと分かりやすいですが、これらは熱にはめっぽう強い反面、衝撃には非常に弱いという性質があります。落とせば割れますし、ハンマーで叩けば粉々になります。これを金属ケースで保護された重いセンサーではなく、たわみながら回転するプロペラや複雑な曲面の表面に直接密着させたい場合はどうなるでしょうか。硬いセラミックスを無理に密着させようとすれば、当然ひび割れてしまい、センサーとしての役割を果たせなくなってしまいます。さらに問題となるのは、搭載先が求める厳しい制約です。軽さが絶対的な整理となる空飛ぶ車にとって、重いセラミックスセンサーは航続距離を削る明確なデメリットになります。一方、電気自動車においては重量以上の課題がありました。それは狭さと振動。重く硬いセラミックスでは、狭く複雑な曲面を持つモーターやインバーターの隙間に直接貼り付けることはできず、走行中の激しい振動で割れてしまうという実装上の致命的な弱点を抱えていたのです。そしてもう一つの壁だ、環境規制。実はこちらの方が企業の存続に関わるほど緊急性が高い問題かもしれません。これまでセラミックスが使えない場所には柔らかいフッ素系樹脂のセンサーが使われてきました。しかし今、世界中でこのフッ素に対する風当たりが急速に強まっています。皆さんもニュースなどで PFAS という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。これは有機フッ素化合物の総称で、非常に便利で壊れにくい反面、自然界で分解されずに残り続けることから永遠の化学物質とも呼ばれています。欧州を中心にこの PFAS の使用を禁止しようという動きが加速しており、製造業にとってはこの材料が使えなくなるかもしれないという恐怖が現実に帯びているのです。高温に耐えられるセラミックスを使おうとすれば、重くて割れる上に
環境に有害な鉛を含んでいることが多いという問題に突き当たります。一方で、柔らかいプラスチック素材を使おうとすれば、熱に耐えられないばかりか、PFAS 規制によって使用できなくなるリスクがあります。熱に強く、柔らかく、しかも環境にクリーンな素材。この条件を全て満たす材料を探すことが急務だったのです。ここに、東レの新素材が登場した意味の大きさはお分かりいただけるでしょうか。東レが独自の分子設計で開発したこの新素材は、そもそもフッ素を含まない構造です。世界中で厳格化される PFAS 規制の影響を一切受けません。さらに、セラミックスではないため、鉛などの有害物質もフリーです。既存の素材が抱えていた熱、脆さ、環境規制という三重苦をたった一つの素材で全てクリアしてしまいました。規制が厳しくなるから代わりの材料を探すという消極的な理由ではなく、規制をクリアした上で性能も圧倒的に高い、まさに理想的な解決策、それが今回の技術なのです。200度でも大丈夫という言葉が単なる宣伝文句ではないことをデータが雄弁に語っています。東レが公開したデータを見ると、その性能差は歴然。従来の一般的な圧電ポリマーの場合、温度を上げていくと100度に達したあたりでグラフの線が急速にゼロに向かって落ちていきます。これはセンサーとしての感度が完全に失われたことを意味します。熱によって分子の並びが崩れ、二度と使い物にならなくなってしまうのです。これに対し、東レの新素材のグラフは100度を超え、200度に達してもまだ横ばいのまま安定しています。性能が全く落ちていないのです。これまでプラスチック業界ではありえないと言われていた挙動です。通常なら熱で分子が動き回ってしまう温度環境下でも、東レ設計の特殊な分子構造はまるでアンカーを打ち込んだかのようにがっちりと電気的な性質を固定し続けているからです。この高温での安定性こそが、これまで不可能だった場所でのセンシングを可能にする決定的な証拠と言えるでしょう。さらに、信頼性を裏付けるもう一つの要素は安全性。この素材は PFAS を含まないことはもちろん、厳しい国際ルールであるノース指令などで規制される鉛も一切使用していません。性能のために環境基準を無視した製品は、今の時代どれだけ優れていても市場から締め出されてしまいます。東レの新素材は、性能面での耐熱性とコンプライアンス面での環境適合性の両方において、世界で最も厳しい基準をクリアしていると言えるでしょう。では、この夢のような素材はいつ手に入るのでしょうか。実は遠い未来の話ではありません。東レはすでに技術確立を終え、現在は顧客企業へ試作品を提供するサンプル出荷を開始しています。そして2028年頃の実用化、つまり量産体制への移行を明確なターゲットとして定めています。あと数年もすれば、私たちが乗る電気自動車や飛行機の中に当たり前のようにこの素材が組み込まれている未来がやってくるのです。では、この素材が社会に広まることで日本経済にはどのような恩恵があるのでしょうか。この技術がもたらす経済的なインパクトは、単に新しいセンサーが売れるというレベルの話ではありません。これまで見過ごされてきた数兆円規模の見えない損失を解消する鍵になるからです。その最前線となるのが急速に進化する EV 市場。現在 EV 業界では駆動の要となる E アクセルと呼ばれるシステムの小型、高出力化が進んでいます。電力を受けて高速回転するモーターの深部や軸などを支えるベアリング周辺は、激しい発熱と振動の両方にさらされる極めて過酷な環境です。東レの新素材はノイズ源となるインバーターから適切に分離しつつ、これまでセンサーを配置できなかった最も熱く激しく震える駆動部の表面に直接導入できます。
これまでブラックボックスだった駆動システムの深部からリアルタイムで振動や歪みのデータを吸い上げ、そろそろ故障しそうだという予兆を AI が検知する。結果として EV の安全性と信頼性は飛躍的に向上し、メーカーにとってはリコール費用などの巨額の損失を防ぐ決定的な手段となるでしょう。さらに視点を空に向けます。空飛ぶ車やドローンといった次世代モビリティにおいても、この技術はゲームチェンジャーになります。空を飛ぶ機械にとって軽さは正義。重たい金属製のセンサーやそれを冷やすための冷却装置を積む余裕はありません。東レの素材は薄くて軽いフィルム1枚です。重量をほとんど増やさずに機体全体の振動や歪みを監視できるこの技術は、航空モビリティの実用化を裏で支える基礎パーツとなるでしょう。そして私たちの足元にあるインフラ産業にも革命が起きます。日本の高度経済成長期に作られた化学プラントや発電所は今老朽化という深刻な問題に直面しています。複雑に曲がりくねった配管、高温の熱媒が流れるタンク、東レの新素材が持つ液状で濡れるという特性を生かせば、複雑な形状のパイプにも電気のように密着させてコーティング、適切な処理を施すことで24時間体制の監視システムを構築できます。突発的な事故で工場が停止すれば、1日で数億円の損害が出ることも珍しくありません。そのリスクをわずかなコストで回避できるのですから、これほど投資対効果の高い技術はないでしょう。今の世界は Google や Amazon のような IT 企業がデータを支配しています。しかし彼らが得意なのはあくまでデジタル空間の話です。200度の灼熱の物理世界から正確なデータを吸い上げることは GAFAM にも真似できません。そこには高度な材料科学の壁があるのです。AI がどれだけ進化しても、その餌となる現場のデータがなければ賢くなれません。そのデータを他社が真似できない独自素材で独占的に供給できる立場。東レのフィルムはあらゆる産業機器に神経を通わせ、AI という脳に情報を送り続ける巨大な神経網になろうとしているのです。最後に今回の動画のポイントを3つに整理して振り返りましょう。1つ目は常識破りの耐熱性。東レの独自技術はこれまで不可能だった200度以上の環境でも機能し続ける世界初の圧電ポリマーを生み出しました。これにより高温ゆえに諦めていた場所でのセンシングが可能になりました。2つ目は完璧な環境適合。世界中で規制が進む PFAS も有害な鉛も一切使用していません。クリーンかつ高性能な代替素材として将来の市場におけるスタンダードを握る可能性が高いと言えるでしょう。3つ目は全産業の神経化。 EV、 空飛ぶ車、化学プラント、あらゆる機械の深部に神経を通わせることで故障を未然に防ぎ、産業全体の安全性と効率を劇的に高めます。たった1枚の薄いフィルムが私たちの安全を守り、日本経済を再加速させる起爆剤になる可能性を秘めているのです。皆様、この技術がどの分野で一番活躍すると思いますか？ぜひ皆さんの現場の声や予想をコメント欄で教えてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。